ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。もう12月になっちゃったわね。今年も終わってしまうな。来年に値上げあるのかしらね。ネットを見てると、あると考えている人が多いな。今年中に買えるかしら？難しいと思うけど、諦めたらそこで試合終了ですよ。なんか聞いた記憶あるセリフね。安西先生の有名な名言だからな。放転しなきゃ絶対に買えないから、ロレマラにも当てはまるわね。勇気が湧いてくる言葉だよな。年末まで頑張りましょう。もちろんだぜ。それで、今日はどんな小話かしら？みんな大好きロレックスマラソンだ。珍しく連続でロレマラの話ね。銀座や六本木の話かしら？いや、番外編的に大阪編をやるんだぜ。大阪？この間、用事のついでに行ってきたんだ。何日か見ないと思ってたけど。私、お土産をもらってないわよ。すまん。買うの忘れてた。それは絶対に許せないわ。大阪ロレマラの話で許してくれないか？許せるわけないでしょ。美味しいたこ焼きを食べた話で勘弁してくれないか？もっと許せないわよ。次回は、堂島ロールを買ってくるから、レ夢ムが一人で食べていいぞ。仕方ないわね。機嫌が治ったところで小話を始めような。堂島ロールは、2本買ってきてね。絶対、約束よ。レ夢ムの食べ物の恨みは怖いのぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りします。少しでも興味を持っていただけたら、励みになりますので、チャンネル登録をお願いするぜ。ゆっくりしていってね。大阪のロレックス正規店には初めて行ったのかしら？すべてが初めてだったぜ。大阪には正規店が何店舗あるの？ロレックス正規店は全部で6店舗あるな。結構、多いのね。それで何店舗に行ってきたのかしら？ 6 店舗全部に行ってきたぜ。よく全部行けたわね。方向音痴だから1日かかったんじゃないの？スマホという神様がついてるから大丈夫だぞ。それに、電車1本で全て回れるんだ。そんな都合の良い話があるの？大阪メトロ御堂筋線で、梅田から天王寺の区間に全部あるんだ。梅田と天王寺の区間はどれくらい離れてるの？梅田から天王寺は電車で15分の区間だぜ。本当に密集して店舗があるのね。ランナーさんには夢のようなエリアだぜ。他の地域の人は羨ましく感じてしまうわね。ほんと羨ましいと感じたな。それで、最初はどこの店舗に行ったのかしら？ロレックスアベノハルカス店に行ったぜ。新大阪の方から行ったから、先に遠いところから戻る感じで攻めることにしたぜ。何時頃に行ったのかしら？平日の10時過ぎに行ったぞ。気合入っているわね。正規店の販売員さんもそう思ったかもな。多分、一番最初だったと思うぞ。販売員さんも開店からゆっくりできないわね。それは、すまないことしたかな。それでどうだったの？対応してくれたのは女性の販売員さんだったぜ。丁寧な応対をしてくれるし、関西弁だから新鮮な感じがしたな。関西弁の女性って素敵よね。そこまで会話したわけじゃないけど、イントネーションが素敵に感じるよな。それで在庫はあったのかしら？まあ、ないよな。早く行きすぎなのよ。まだ納品もされてないんじゃないの？全部行く気だったから、かかり気味だったな。店舗はどんな感じだったのかしら？広い感じはしなかったけど、展示品は豊富に飾ってあった気がしたな。どんなモデルが展示されてたのかしら？サブマリーナや GMT などのプロフェッショナルモデルも、豊富に展示されていて、朝から目の保養だな。それはすごいわね。販売員さんの印象は良かった？在庫確認してくれたし、帰る時は外までお見送りしてくれて恐縮してしまったぞ。外までお見送りしてくれたの？朝一で他のお客さんがいなかったからかもしれないけど驚いてしまったぞ。買ってないのに、それは恐縮しちゃうわね。大阪の正規店いいなぁ、って思ったな。良い感じのスタートね。買えてないけど気分はノリノリになったぞ。次はどの正規店に行ったのかしら？次は難波で降りて、高島屋ウォッチメゾンに向かったんだ。道順は分かったの？地下道を通って行けたから、迷わなかったぞ。それは助かったわね。近くに行ったら、チューダーの看板が見えたから安心できたな。方向音痴には助かるわね。場所は5階にあるんだ。高島屋から入ったけど、場所は連絡通路を抜けてスイスホテル南海大阪なのかな。どんな感じだったのかしら？正規店が見えたから行って入ろうとしたら、販売員さんにあちらにお並びください。って言われてしまったんだ。並びに気づかなかったの？反対側に列ができてて目に入らなかったな。初めて行ったのがバレバレね。探しながらだから、視野も狭くなってたな。少し恥ずかしかったぜ。それで何組ぐらい並んでたのかしら？11時前に到着したけど4組待ってたぜ。朝からみんな頑張ってるのね。しかもカップルで並んでいる人が2組もいたな。仲が良くて羨ましいわね。
待ち時間は10分ぐらいだったから、流れは早い方なのかな？途中でチューダーの販売員さんが、パーテーションを足してたから、ロレックスと代理店は同じかもと思ったぜ。後ろにも並ぶ人がいたのね。すぐに4人ぐらい後ろに並んでたから、並びの多い正規店なのかもしれないな。店舗は狭い感じがしたな。カウンターで応対してもらったんだけど、隣で応対されてたお客さんとも距離が近くて、会話も丸聞こえだったぜ。隣の人が変えてたらわかっちゃうわね。そうだな。あの状況で提案されることあるのかな？って少し思ったな。販売員さんはどんな感じだったのかしら？すごく可愛い女性販売員さんで緊張したぞ。あらそうなのね。霊夢はイケメンにしか興味持たないな。当然よ。可愛いだけじゃなく接客も良かったぜ。どんな会話をしたのかしら？希望モデルを聞かれた以外にも、今使っているロレックスはあるのか？サイズ違いはよろしいですか？なども聞かれたな。在庫確認はしてくれたのかしら？在庫確認にも言ってくれたぜ。結果はやっぱりかしら？やっぱりなかったな。あと、名前の登録はしてくれたぞ。例のやつね。名前だけで電話番号は聞かれなかったけどな。同じ名前の人が放店したらわかるのかしら？そこは少し心配になったけど、大石名ではないからかもしれないな。鈴木さんなら大変よね。その場合は、電話番号まで聞くのかもな。そうかもしれないわね。ほんと可愛らしい販売員さんだったので、在庫はなかったけど満足してしまったな。友達いない制作者だから、可愛い女性と会話できただけでも浮かれちゃうわよね。霊夢のイケメンさん好きと同じじゃないのか？なんか、気持ちがすごくわかってきたわ。霊夢も制作者も単純で羨ましいのぜ。その後はどこの正規店に行ったのかしら？次は心斎橋だな。近いの？地図アプリで検索したら、歩いても15分ぐらいと近い距離なんだ。この日は天気が悪かったから電車で心斎橋に行ったけど、普段なら歩きで行ける距離だな。本当に近くに正規店が集まってて、マラソンしやすい地域なのね。大阪ランナーさんが羨ましく感じるな。心斎橋には2店舗あるのかしら？そうだぜ。どっちの店舗から行ってみたの？最初は大丸心斎橋店から行ってみたぜ。お店はすぐに分かったのかしら？駅から出ないで行けたから迷わないな。ほんとランナーさん天国な環境ね。並びはなかったけど先頭で少し待たされたぜ。人気がないのかしら？初めてだから確かなことはわからないけど、平日の午前中だからかもしれないな。そうかもしれないわね。女性の販売員さんが応対してくれたな。そうなのね。応対はどうだったのかしら？それが、あまり覚えてないんだ。どうして？在庫確認の途中に次のお客さんが入ってきたんだけど。ショーケースの時計を少し眺めてたんだけど。普通じゃないの？ショーケースを眺めるのは普通なんだけど、販売員さんに言った言葉が衝撃的だったんだ。なんて言ったのか気になるわ。ここにある時計は全て正規品ですか？え？頭の中がパニックになってしまったぞ。ロレックスの正規店に行ってたのよね？正真正銘の正規店だぜ。逆に正規品以外があったら驚きじゃない。そうなんだ。応対した販売員さんは男性だったんだけど、少し動揺した感じが伝わってきたぞ。販売員さんはなんて答えたのかしら？もちろん全て正規品です。と、少し噛みながら答えてたな。販売員さんも想像もしてなかった質問に、動揺しちゃったんでしょうね。私もびっくりして他の記憶が飛んでしまってあまり覚えてないんだ。それは仕方ないわね。多分だけど、正規品ですか？って質問したいとだけど、ショーケースにある時計は全て販売している時計ですか？って言いたかったんじゃないかな？ずっと答えを考えていて、他のことを覚えてないのね。そうなんだ。あと、在庫がなかったことは覚えてるぞ。その記憶は消したかったわね。ほんとその通りだぜ。その次はどこの正規店に行ったの？歴史や心斎橋店に向かったんだけど、ちょうど半分だから次回に続く、にするぞ。一気に解説しないのね。制作者の集中力が続かないな。ここが折り返しだと思うと編集も倍だからな。心が折れてしまうぜ。軟弱な精神ね。今はコンプラも厳しい時代だからな。制作者はの世代のはずだけど、都合の良いことは取り入れていくスタイルだな。ほんと都合の良い性格してるわね。褒められて喜ぶぞ。ちっとも褒めてないわよ。今回の小話はいかがでしたか？少しでも興味を持ってくれたり、次回が気になる方は、チャンネル登録&高評価、励みになるのでお願いするのぜ。動画も少しずつ増えてきましたので、まだ見ていない動画がありましたら、もう一本視聴していただけたら嬉しいです。励みになるのでお願いするぜ。ご視聴ありがとうございました。